レッスン1、自然を探索する。はい、彼らはいくつかの素晴らしいオプションを提供しています。ガイド付きバードウォッチングツアーや自然写真撮影のセッションに参加できます。それは素晴らしいですね。地元の野生生物についてもっと知りたいといつも思っていました。まさに、ガイド付きツアーは、自分では見逃してしまうかもしれない洞察を与えてくれます。さらに、他の自然愛好家と出会うのに最適な方法です。はい、経験を他の人と共有することで、さらに楽しくなるでしょう。写真を通して美しい瞬間を捉えるというアイデアも大好きです。こっちも同じ。自然の中での冒険を記録するのに最適な方法です。スケジュールを確認して、次のツアーがいつ空いているか見てみましょう。素晴らしいアイデアです。身の回りの美しさを探求できることにワクワクしています。教訓に、環境責任。私たちはみんな、地球を助けるために自分の役割を果たすべきです。それは将来の世代にとって不可欠です。完全に同感です。まず始められる簡単なことの一つは、プラスチックの使用量を減らすことです。はい、日常の習慣を少し変えれば、大きなプラスの影響につながる可能性があります。まさに。また、可能な限り、アイテムのリサイクルと再利用にも注力できます。持続可能な観光について他の人に教育することは重要だと思います。はい、意識を広めることで、より多くの人々が参加するようになります。私たちの生活に環境に優しい習慣を取り入れる計画を立てましょう。素晴らしいアイデアです。持続可能性に向けて実行可能な一歩を踏み出すことにワクワクしています。力を合わせれば、美しい地球を守るために変化をもたらすことができます。レッスン3、最終的な考え。まとめる前に他に注意すべき点はありますか？主な懸念事項は徹底的に説明したと思います。はい、重要な点についてはすべて説明しました。わかりやすくするために非常に役立ちます。同感です。全員に情報を伝え、足並みを揃えることが重要です。話し合いをまとめて、私たちが決めたことを補強しましょそれは賢い計画のように思えます。まとめは結論を固めるのに役立ちます。う。時間をかけてすべてを詳細に調べてよかったです。はい、これは、このプロジェクトを成功させるという私たちの決意を示しています。私たちの取り組みが良い結果を得るのを楽しみにしています。レッスン4、スポーツ用品。地元のスポーツショップで素晴らしいバイクや装備を見ました。それは知っておくと良いことです。初心者にぴったりのギアを見つけるのは難しいですか？全然ダメだ。多くの店が初心者向けのアドバイスや推奨事項を提供しています。それは心強い。始めるときには何らかのガイダンスがあるといいですね。はい、さらに、様々な機器を試してみると、最適な機器を見つけるのに役立ちます。まさに、店に行って専門家と話すことは有益だと思います。同感です。訪問を計画して、彼らが提供するものを確認しましょオプションを探求し、ギアを試してみるのも楽しみです。
楽しいお出かけになるだけでなく、冒険の準備にも最適です。レッスン5、エンジントラブル。エンジンに問題があって変な音がする。整備士に持って行って点検してもらったことはありますか？まだですが、そうすべきだと分かっています。それを無視するともっと大きな問題につながるかもしれない。絶対に。問題に対処するのは、後で行うよりも早い方が得策です。同感です。自分の車が安全で信頼できる運転であることを確認したい。はい、定期的なメンテナンスを行うことで、将来的に高額な修理費用が発生するのを防ぐことができます。今週は予約をしてみてもらうつもりです。それは賢い計画のように思えます。簡単に解決できるといいんだけど。私も、メカニックの言うことについて最新情報をお伝えします。レッスン6、レストランの選択。この辺りには間違いなく素晴らしいレストランがたくさんあります。私はすでにその地域の人気レストランをいくつか調べました。それは素晴らしい。見つけたオプションにはどのようなものがありますか？美味しいパスタと居心地の良い雰囲気で知られるイタリア料理店があります。それは素晴らしいですね。美味しいイタリア料理が大好きです。はい、また、おすすめの寿司レストランもあります。私はそれを試すことにワクワクしています。新鮮な寿司はいつもご褒美です。近いうちにこれらの場所のいずれかを訪れる計画を立てましょう。素晴らしいアイデアです。一緒に美味しい食事を楽しむのが待ちきれません。レッスン7、残り物。昨夜の夕食の残り物のパスタを食べましたが、保存してよかったです。残り物は、特に忙しい時にとても便利なことがあります。絶対に、一から調理する必要がないので、時間と労力を節約できます。さらに、一日座った後に風味がさらに良くなることもあります。完全に同感です。ハーブとスパイスは馴染む時間が長い。まさに。どんなパスタを作ったの？ほうれん草とマッシュルームが入ったクリーミーなガーリックソースでした。美味しそう。クリーミーなパスタが大好きです。とても心地よいです。本当にそうです。今日はランチに温めようと思います。レッスン8、オリンピックの意義。オリンピックは、世界で最大かつ最も重要なスポーツ運動とみなされています。それは本当です。実際、オリンピック精神が国を結びつけると信じている人はたくさんいます。まさに、世界中のアスリートが集まって競い合い、祝います。はい、スポーツマンシップとチームワークを通じて平和と理解を促進します。オリンピックが未来の世代にいかにインスピレーションを与えることができるかは驚くべきことだと思います。間違いない。若い人たちがスポーツで夢を追い求めることを奨励します。さらに、世界中のアスリートからの素晴らしい才能と献身が紹介されています。同感です。開会式を見るのは私にとっていつも見どころです。私も、
文化的な展示は息を飲むほど素晴らしく、思い出深いものです。レッスン9、星空観察アプリ。はい、星、惑星、星座を識別するのに役立つアプリはたくさんあります。それは素晴らしい。テクノロジーのおかげで、星空観察はとても身近で教育的になっています。絶対に、自分の裏庭から宇宙を探検できるなんて驚きです。はい、これらのアプリは、夜空を観察する体験を向上させる情報を提供します。同感です。それぞれの星座の裏にある物語を学ぶのを手伝ってくれます。間違いない。近いうちに星空観察の夜を計画して、そのアプリの一つを使ってみましょう。それは素晴らしいですね。星を見て、もっと学ぶのが待ちきれません。私も。さあ、宇宙の冒険へ。はい、思い出に残る夜にしましょレッスン10、野生動物のための梱包。ハイキング中に野生動物に出会えるかもしれません。すごい。どんな必需品を詰めるべきか。絶対に。まずは野外活動に適した軽量の服から始めるべきだと思います。いいアイディアだ。着心地の良い服装は、長い目で見れば冒険をもっと楽しくしてくれます。はい、すべての物資を違和感なく運ぶには、頑丈なバックパックも欠かせません。間違いない。救急箱も忘れずに。どんな小さな事故にも備えておくのが賢明です。それは必見です。さらに、良い地図を持ってくると、自信を持ってトレイルをナビゲートするのに役立ちます。同感です。適切な道具を手元に置きながら、自然とのつながりを保つことは素晴らしいことです。はい、楽しく安全な冒険ができるよう、しっかりと準備しておきましょう。私たちがそこで何を発見するのか楽しみです。レッスン11、ショッピングプラン。計画のようですね。再利用可能なバッグを持って市場に出かけましょう。絶対に。再利用可能なバッグを使うことは、買い物中の無駄を減らす素晴らしい方法です。はい、さらに、ビニール袋よりもはるかに多くのものを収納できるので、非常に実用的です。まさに、環境への配慮がとても気に入っています。小さな変化が大きな違いを生むからです。確かに、購入する必要があるもののリストはありますか？はい、新鮮な農産物、スナック、そして今週の必需品のリストを作成しました。パーフェクト滞在中は、地元の名物料理もチェックしておきましょ素晴らしいアイデアです。新しいフレーバーを発見したり、地元の農家をサポートしたりするのが大好きです。う。私たちが見つけたものを見るのが待ちきれません。レッスン12、風光明媚な景色。はい、給湯台は必見です。海岸の素晴らしい景色を眺めることができます。絶対に。頂上からの景色は息を飲むほど美しいと聞きました。想像できます。波が下の岩にぶつかるのを見るのは信じられないに違いない。はい、さらに、灯台自体には豊かな歴史があり、それが魅力を高めています。同感です。
何年もの間それを頼りにしてきたすべての船員のことを考えるのは魅力的です。間違いない。美しい瞬間を捉えるために、必ずカメラを持っていきましょう。素晴らしいアイデアです。この冒険の細部を全部覚えていたいです。はい、灯台を探検して、素晴らしいアウトドアを楽しみましょう。楽しみです。レッスン13、ヨーロッパ関係。ほとんどのヨーロッパ諸国は、もはや他国を敵とはみなしていません。彼らは戦争に関心がありません。それは心強い視点です。それは外交がどれほど進歩したかを示している。絶対に、今日のグローバルな課題に取り組むには、協力と団結が不可欠です。はい、対立よりもコラボレーションに焦点を当てることが重要です。同感です。欧州連合 EU は、各国が相互利益のためにどのように協力できるかを示す法令です。間違いない。これらの関係が時間の経過とともにどのように進化してきたかを調べてみましょ素晴らしいアイデアです。この歴史を理解することは、将来の世代に貴重な教訓を与えることができます。う。はい、国境を越えた平和と理解を促進することが目的です。絶対に、これらの重要なトピックについて議論を続けましょレッスン14、ナショナルカラー。紫は一部のスミレの色で、カナダの国旗は赤と白です。あなたの国旗は何色ですか？私の旗は青と金で、私の国の空と野原を表しています。それは美しいですね。色は国のアイデンティティと価値観について多くのことを伝えることができます。はい、それぞれの色には、文化遺産や歴史と結びついた深い意味があることがよくあります。同感です。世界中の様々な旗の意味を探ってみましょ素晴らしいアイデアです。国旗がいかに国家の物語を伝えることができるのか興味深いです。う。はい、それぞれのデザインの背後にある象徴性について学ぶのが大好きです。私も、私たちの世界についてもっと知りましょう。絶対に、この会話を続けましょレッスン15、完璧なピクニック天気。う。今日の天気はどう？結構晴れてますね。はい、そうです。公園でのピクニックには最適だと思います。絶対に、屋外で食事をしながら太陽の光を楽しむのが大好きです。自然に囲まれて一日を過ごすのはとても爽快です。同感です。お菓子と毛布を持って公園に行こう。素晴らしいアイデアです。リラックスして美しい天気を楽しむのが待ちきれません。はい、ピクニックは、忙しい1週間を過ごした後にリラックスするのに最適な方法です。間違いない。太陽の下で素敵な午後を過ごしましょう。楽しみです。レッスン16、歴史的考察。今日、双方が勝利した戦争は非常に興味深い話題です。
3000マイルの境界には複雑な歴史があります。絶対に。紛争がどのように予期せぬ結果や合意につながるのかを見るのは興味深いことです。はい、国境の歴史には、多くの場合、人々の苦労と回復力が反映されています。同感です。これらの出来事を理解することは、国家間の現在の関係を理解するのに役立ちます。間違いない。この教会の歴史的背景について詳しく見ていきましょう。素晴らしいアイデアです。そのような部門がどのように形成されたかを知ることは洞察力があるでしょう。はい、皆さんと一緒にこのトピックをさらに掘り下げていけることを楽しみにしています。私も。さあ、過去を解き明かそう。絶対に。レッスン17、笑いを分かち合う。それはいつもあなたを笑顔にします。はい、実は私が大好きなジョークが一つあります。ああ、本当に？ぜひ聞きたいです。カカシはなぜ賞を受賞したのですか？彼は自分の分野で抜群だったからです。面白い。ダジャレは大好きだ。ダジャレはいつも気さくな感じがする。同感です。ユーモアは、どんなに退屈な日でも明るくしてくれる。絶対に。人生で喜びと笑いを見つけることは重要です。ジョークを共有し続けましょう。それは絆を深める素晴らしい方法です。間違いない。もっと笑いと笑顔を。はい、これからも楽しみましょう。レッスン18、セキュリティ意識。セキュリティ上の脅威についての冗談。それは重大な犯罪だ。そんなことを軽視してはいけない。絶対に。そのようなジョークの背後にある意味を知ることは不可欠です。はい、セキュリティは深刻な問題であり、注意して取り組む必要があります。同感です。ユーモアは境界線を曖昧にすることがありますが、警戒を怠らないといけません。間違いない。セキュリティに関する責任あるコミュニケーションに関する議論を促進しましょう。素晴らしいアイデアです。ユーモアと真剣さのバランスを取ることが重要です。はい、これは、会話における認識と理解を育むためです。絶対に。この対話はオープンにしておきましょう。楽しみです。レッスン19、アイスランドの不思議。アイスランドは素晴らしいですね。必見のアトラクションにはどのようなものがありますか？ああ、たくさんあります。ブルーラグーンは多くの観光客にとって間違いなくハイライトです。はい、素晴らしい風景に囲まれた地熱スパは素晴らしいですね。絶対に。美しい滝のあるゴールデンサークルもお忘れなく。聞いたことがある。グトルフォスとゲーシールは間違いなく私のリストに載っています。はい、さらに、火山の風景や温泉を探索するのはユニークな体験です。オーロラを見るのが待ちきれません。多くの旅行者にとって夢の実現です。
間違いない。最高の景色を眺めるには、適切な季節に訪れる計画を立てましょう。素晴らしいアイデアです。アイスランドの自然の美しさに浸れることにワクワクしています。レッスン20、コメディの視点。ジョークはとても主観的です。面白いと思う人もいれば、そうでない人もいます。はい、コメディは非常に個人的なもので、文化によって大きく異なります。まさに、ユーモアが社会の規範や価値観をどのように反映できるかは興味深いです。同感です。時々、文脈がジョークの受け取り方に大きな違いをもたらすことがある。はい、様々なスタイルのコメディを探求することは啓発的だと思います。絶対に、多様な視点や経験を理解するのに役立ちます。お気に入りのコメディアンを紹介しましょう。何があなたを笑わせるのか見てみたいです。楽しそうだね。あなたの推薦を通して新しいユーモアのスタイルを発見したいと思っています。コメディのディスカッションに飛び込むのが待ちきれません。レッスン21、イベントプランニング。素晴らしい。お客様のホテルでイベントを開催できることを楽しみにしています。はい、素晴らしい会場で、場所は私たちのニーズにぴったりです。同感です。その雰囲気は我々の集まりにふさわしい雰囲気を醸し出すだろう。さらに、彼らが提供する施設はすべてをスムーズに運営します。はい。イベントを成功させるには、必要な設備とサポートがすべて揃っていることが不可欠です。早めに詳細を確定し、取り決めを確認しておきましょう。絶対に、前もってすべてが整っていることを確認したい。私も、土壇場での詳細ではなく、イベントそのものに集中するのに役立ちます。すべてがどのように組み合わされるか楽しみです。レッスン22、役割の割り当て。このプロジェクトには特定の役割と責任も割り当てるべきだと思います。それは賢いアプローチです。物事を整理し、説明責任を果たすのに役立ちます。まさに、役割が明確であれば、混乱を最小限に抑え、全員が自分のタスクを把握できるようになります。はい、さらに、各自が自分の強みに集中できます。これらの役割をチームに効果的に伝えることが不可欠だと思います。絶対に。これにより、コラボレーションと目的意識の共有が促進されます。役割の概要を説明し、次回の会議で話し合ってみましょう。素晴らしいアイデアです。みんながどのように貢献するのか楽しみです。私も、これは私たちを成功へと導きます。レッスン23、ビーチプラン。リラックスしそうだね。何か特定のビーチを考えていることはありますか？柔らかい白い砂と澄んだ青い水のあるものを考えていました。パーフェクトですね。海辺でくつろぐのはいつでもいいことです。絶対に。波の音と太陽の暖かさが大好きです。はい、日常の喧騒から逃れるのに最適な方法です。
同感です。ビーチバレーやシュノーケリングなど楽しいアクティビティを計画しましょう。素晴らしいアイデアです。屋外で充実した時間を過ごすことにワクワクしています。私も、ピクニックの準備をして、ビーチで丸一日楽しみましょう。計画のようですね。ビーチデイアドベンチャーが待ちきれません。レッスン24、歴史的背景。アメリカの重要なグループの中には、家族がメイフラワー号に乗ってきたことを自慢する人がいます。はい、それは多くの人が誇りに思っているアメリカの歴史の注目すべき部分です。まさに、新しい土地での新しい人生と冒険の始まりを象徴しています。同感です。これらの物語は、全国の多くの家族のアイデンティティを形作っています。祖先がいかに私たちを過去につなげることができるかは魅力的です。はい、私たちの遺産を理解することで、貴族意識が生まれます。アメリカの様々な移民の話についてもっと調べてみましょう。素晴らしいアイデアです。それぞれの物語は、国の歴史に対する私たちの理解を深めます。これらの多様な背景についてもっと学ぶことを楽しみにしています。レッスン25、おすすめのスナック。特定のブランドやフレーバーのスナックについて何かおすすめはありますか？はい、絶対に。いろいろな種類のヘルシーなスナックを試すのが大好きです。それは素晴らしい。栄養価も高く、美味しいオプションをいつも探しています。ひよこ豆のローストを食べたことがありますか？カリカリで風味豊か。食べてないけど美味しそう。絶対食べてみます。そうすべきだ。それと、ダークチョコレートをまぶしたアーモンドもおすすめです。最高です。それは素晴らしいですね。健康的な脂肪と抗酸化物質の組み合わせが大好きです。まさに。次回買い物に行くときに探すスナックのリストを作ろう。素晴らしいアイデアです。一緒に新しいフレーバーを発見できることにワクワクしています。レッスン26、都市探検。間違いない。旅行の際に検討したい都市をいくつかリサーチし始めるつもりです。それは素晴らしい計画のようですね。世の中には素晴らしいオプションがたくさんあります。はい、文化と冒険の両方ができる場所を考えています。絶対に。探索することがたくさんある目的地を見つけることが重要です。同感です。面白い観光名所や美味しい食べ物がある都市を探してみよう。はい、活気に満ちた街は、私たちの旅をさらに楽しくしてくれるでしょう。候補都市のリストをまとめて、一緒に話し合います。パーフェクト、あなたが見つけるものを見るのが待ちきれません。次の冒険を計画するのはエキサイティングな旅になるでしょう。レッスン27、便利な停留所。はい、駅の隣に一つあります。手っ取り早く何かを手に入れるのに最適です。それは嬉しいですね。戻るのがずっと楽になるよ。絶対に。
そのような場所で便利さと品質が出会うのが大好きです。私も、迂回を必要としないオプションがあるのはいいですね。まさに、時間を節約し、一日をスムーズに進めることができます。それに、途中で自分へのちょっとしたご褒美も買えます。はい、通勤中にちょっとした楽しみがあるだけで、大きな違いが生まれます。同感です。日常の旅を明るくするのは、その小さな喜びだ。次回は一緒にそこでやめましょう。レッスン28、先延ばしの克服。別のテクニックはスケジュールを作成することです。それは先延ばしにどのように役立ちますか？明確な計画を立てることで、タスクは管理しやすい部分に分割され、煩わしさが軽減されます。それはとても理にかなっています。小さなタスクに一つずつ取り組む方が簡単です。まさに。さらに、最初にやるべきことに優先順位をつけるのにも役立ちます。正しい何に焦点を当てるべきかを知ることで、生産性が大幅に向上します。また、タスクがリストから消されているのを見ると、信じられないほどモチベーションが高まります。はい、達成感を与えてくれるので、続けたいという気持ちになります。間違いない。一貫性が鍵であり、スケジュールはその確立に役立ちます。効果的な計画がいかに先延ばしを行動に変えることができるかが分かり始めています。レッスン29、フラワーパワー。庭で主にバラやひまわりなどの花を育てていますか？はい、私はバラを栽培するのが大好きです。バラはとても美しさと香りをもたらします。バラは素晴らしいです。ひまわりも素晴らしいです。いつも空間を明るくしてくれます。まさに、ひまわりはとても陽気で、ミツバチや蝶を引きつけます。それは大きなメリットです。庭で自然が豊かに育っているのを見るのは素晴らしいことです。はい、それに、花を育てることは達成感と喜びを与えます。想像できます。花が咲くたびに、あなたが庭にかけた気遣いを思い出させてくれます。間違いない。ちょっとした幸せを育むようなものです。いつかあなたの庭を見てみたいです。レッスン30、居心地の良い宿泊施設。そこの宿泊施設には、居心地の良いキャビンがレンタルされており、魅力的に思えます。パーフェクトだ。キャビンは、特に自然の中ではとても魅力的な雰囲気です。はい、ベランダに座ってコーヒーを飲んでいる姿はもう想像できます。まさに。そして、それは日常の喧騒から切り離すのに最適な方法です。さらに、自然に囲まれていると、心身ともにリフレッシュできます。絶対に。リラクゼーションと若返りに理想的な環境です。リラックスして静かな環境を楽しむのが待ちきれません。はい、これらのキャビンのいずれかをすぐに予約しましょ間違いない。忘れられない経験になるでしょう。